地球が持つ水の総量はよくわかっていません。ここで言っているのは表面にある水のことではなく、地球内部の水のことです。45億年前に原始の地球が誕生した時、岩石だけでなく、当時原始太陽系円盤に充満していた水素ガスも地球に集積したはずです。この時集積した水素ガスは現在も地球内部にあると考えられますが、マントルと核にどのように水素が分配されているのかはよくわかっていません。地球内部の物質を直接サンプルすることはできないため、高圧下での水素の挙動に関して理論的な予測や実験が行われてきました。液体の金属鉄と岩石シリケイトの間で水素がどのように分配するか、これまでの研究では圧力40ギガパスカル程度まで深さに換算すると下部マントルの浅い領域までの分配係数しか得られていませんでした。また得られたデータは互いに矛盾するような結果が得られており、解釈が安定していませんでした。こういった状況を生み出した原因として推定手法やフガシティの違い、さらには実験地の不純物の存在などが挙げられています。2020年5月18日にネイチャージオサイエンスで発表された論文で、理論的な手法を用いてこれまでよりも幅広い温度圧力条件で高圧下での水素の挙動を調べた研究が発表されました。この研究では第一原理分子動力学法と熱力学を組み合わせた計算によって圧力20から135ギガパスカル、温度は2800から5000ケルビンまでの条件で水素の分配係数を求めてます。これは下部マントルの上部から外角の境界付近までをカバーする温度圧力条件です。地球内部での水素の存在形態はよくわかっていないため、この論文では水素が全て H2 として存在するという最も還元的な条件と、水素が全て H2O として存在するという最も酸化的な条件の2種類の極端な場合を仮定します。こうして得られた分配係数がこちらの図です。横軸が圧力、縦軸が分配係数です。上に行くほど水素は金属鉄に分配され、下に行くほど水素が岩石に分配されることを示しています。この研究で出された結果は丸と四角の記号で示されていて、それぞれ水素が H2O か H かの違いを示しています。この図からわかる重要なことは、ほとんどの温度圧力条件で水素は金属鉄側に分配される。水素は存在形態によらず、つまり H2O であろうが H2 の状態であろうが金属鉄に分配される。そして圧力が高くなるほど金属鉄に分配されやすいということです。分子動力学計算の結果を可視化した動画も論文の補足資料として発表されています。この動画では白い玉が水素、黄色い玉が鉄、緑、水色、赤の玉がシリケイトを表しています。白いボールの水素は金属鉄に入りやすいのに対してシリケイト側にはあまり存在しないことがわかります。こういった結果から地球内部では水素、つまり水がマントルよりも金属鉄であるコアの方に分配されやすいということが明らかになりました。それでは地球のコアに含まれる水の量はどれぐらいあるのでしょうか。これを見積もるには原始地球が水をどのように集積したかを考える必要があります。仮に現在の大気海洋にある水がマントルからの脱ガスで作られたとしたら、コアには表層の5倍の水が蓄えられていると見積もられます。一方で地球が無水状態で形成され、後から水星や小惑星によって水が供給されたとするいわゆるレイトベニアモデルを仮定すると、そもそもコアマントルは水がない状態から出発するため、現在もコアには水が含まれないことになります。しかし近年コアの密度が予想よりも低いことや地震波速度が遅いこと、また隕石中の水素の同位体比などから地球のコアに表層の5倍程度の水が蓄えられているという間接的な証拠が報告されています。私たちの最も身近なフロンティアである地球のコア、そこには原始太陽系で集めた大量の水が今も眠っているのかもしれません。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。面白かったと思いましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご意見やコメントなどもお待ちしております。それではまた。